こんにちは。お元気ですか？今日は8月16日の土曜日ですね。お盆最終日っていうことになるのかな。で、明日が日曜日だから、多分お盆休みは明日までっていう方が多いんじゃないですかね。まあ私は相変わらずね、今日もいつも通り朝起きて、ストレッチとかしてご飯食べて、いつも通り過ごしてたんですけどもね、今日ね、ふと昨日 X をねなんとなく覗いてた時に見たエアコンのね冷房効率を上げるというかね、室外機がね熱しちゃうのをどうにかするみたいな、そういうのをちょっと見かけたんで、それを真似して朝やってみました。ちょっと写真がこちらなんですけれども、室外機の上に水を張ったバケツを置いて、その中にもういらなくなったタオルとかをねこう つけて、こう水を染み込ませてっていう感じですね。つまりこうしておくと室外機の上のタオルがねずっと濡れたままでいるじゃないですか。なのでかなりこう日光が当たってる時とかでもね、室外機がねすごい熱くなっちゃったりとかね、そういうのを防ぐ効果があるだろうなと思って、ちょっと X で見た記事簡単そうだったんでね、家にあるものですぐできそうだったので、早速今朝試してみました。今もね外でこの状態になってるんですけども、これをやって1時間後とかにねこう窓の外を見て確認してみたら、この濡れタオルの下の部分の室外機のてっぺんの部分触ってみたらね、熱くなかったんですよ。でびっくりしましたね。思ったより効果あるかもって思いましたね。いつもねこう午前中はね室外機にこうやって日光が直接当たっちゃうんで、結構ね室外機がねてっぺん触ると熱を持ってたりしたんですよ。だから私たまにこう水をかけてあげたりとか、その周りをね打ち水みたいにちょっとこう壁の部分とかも水をちょっとこう撒いたりとかしたりとか、あとはね100均でね、100均でも300円だったけれども、なんかこうエアコンの上に乗せて直射日光とかを防ぐみたいな、こうシルバーのチャッチーカバーみたいのを買ってきてみてやったりとかしてみたんですけれども、それ磁石だったんで飛んでっちゃってすぐなくなっちゃったんですけどうん、隣のお部屋のところに行っちゃったみたいで、いいや、とにかくねそれはどっちにしろあんまりこうなんか効果がないっていうのをネット記事でも見たりとかして、へえじゃあやっぱもうやんなくてもいいのかな、しょうがないのかなって思ってたところ、昨日 X の記事を見つけて早速試してみたところなんですけども、とにかくねてっぺんが全然熱くなってなかったので、これ意外といけるかもと思って引き続き試していこうかなって思ってます。そんなことをしてたお盆の最終日でございました。であとね、この携帯の中でね携帯使ってるとスクショとかが溜まってくるじゃないですか。そうだこれ後でなんかやるからスクショしとこうとか、なるほどねとか思ったことをとりあえずスクショで保存しといたりするじゃないですか。あと何時からこれを始めたとかいう時、私結構携帯の電話の画面をスクショにしとくとかね、始めた時計がさスクショで撮っとくと終わった時にいつからやったんだよなとか、あと出かける時とかスクショでよし何時に出かけたぞっていうのを分かるように玄関出た時にスクショを撮っとくと、画面をね帰ってきた時にそのスクショを見て、出かけて帰ってくるまで1時間半外に外出してたんだなとか分かるんで、結構ちょこちょこスクショしてるんですよね。でスクショが溜まっちゃうので、さっきねいらないスクショをこうどんどん消してたんですけども、そしたらねショートメール、変なショートメール来てたのをなんとなくスクショを一応取っとこうって思ったのがあったんですよ。ちょっといわゆる怪しいショートメール
なのでそれも消す前にね、せっかくだからこういう変なのあるよねっていう風にネタにしようかなと思って、消す前に今日の動画で喋ってみようと思いました。要はね、携帯でショートメールとかでたまによくわかんないのとか来るじゃないですか、怪しいやつ。いかにも怪しいなっていうのが来てたので、それをスクショにしたっていうやつですね。でその後ネットとかでね、この番号とかを調べてみたら、結構詐欺のやつですよみたいなネタが多く出てきたんで、そうだろうねとは思ってたけど、同じようなこの口コミというかね、いろんな投稿とかしてる人がいたので、この番号でなんか本当そういうの最近増えてきてだるいなとか思ってたんでそうなんですよね。でもね、まだこういう携帯とか自体にね、そもそもあまり慣れてないお年寄りの方とかだとね、こういうのを見ると結構びっくりしちゃうと思うんですよね。料金サポート、ご利用料金についてご確認したいことがありますとか、これまずお前は誰なんだ、名を名乗れみたいな感じなんですけども、何がサポートだみたいなね、何のご利用料金なんだみたいな、何のご確認なんだとかね、支給とかね、支給とか嫌ですよね。とにかくなんだろう、私たちくらいの年齢とかだともうインターネットとかいじっててもう久しい世代なので、こういうのって見慣れててあれですけれども、なんかもしかしたら一回り上の世代のおばあちゃんとかおじいちゃんとかだとね、支給とかね、そういうのを見るとちょっと焦っちゃって、とりあえず分かんないから聞いてみようみたいな感じで電話しちゃうっていうのはあるかもしれないですよね。前の動画とかでも言いましたけれども、詐欺とかね、そういう怪しい電話がかかってきたりとかね、そういう怪しい人に会った時とか喋る時って必ず相手に慌てさせるとかね、なんかそうなるとね、人間って知能指数が下がるっていうのもあるので、正常な判断ができないっていう話しましたけど、まさにそういう感じなんだろうなって思いました。ちょっと何言ってんのかちょっとよく分かんなくなっちゃったんですけど、そうだ、なんかその後ね、私ネットでなんとなくこの電話番号をググったりとかしてみたんで、おもろいからちょっとその時の感じもう一回ネットでやってみますね。画像録画ので今からちょっとやってみますね。これ今パソコンの画面でマイクもパソコンの内蔵マイクで喋ってるんですけども、今この Google でね、さっきのこの詐欺メールみたいなやつの電話番号を入れてみました。このショートメールはね、この料金サポート、ご利用料金について確認したいことがあります。上記まで至急お電話くださいとかいうやつの、この電話番号をここに入れてみたらこんだけ検索されてて、例えばこの一番上に出てきてるやつとかだと、こんな感じでね、注意が必要な電話番号、犯罪系とか書いてあって、ね。こういうふうに情報がトップに出てくるってことは、この電話番号で結構そういう投稿とかね、そういうのが多いんでしょうね。全く同じですね。この口コミとかに書いてある。この、文言。支払いなんてないのに送られてきたからほぼ詐欺でしょうね。料金センターを語る詐欺電話。これ結構最近の口コミもありますね。7月16日とか。私がショートメールもらったのが6月末でしたけど、不審な SMS、目的不明、差出人センター。こんな感じで、ソフトバンクを語るとか、下級請求とか、いろいろありますよね。そんな感じで、いろいろ
この電話番号で検索すると出てくると。ちなみに Yahoo の方でも同じように検索してみましたけれども、やっぱ一番最初に上に出てきたのはこのさっきと同じですね。さっきと同じサイトが電話帳ナビっていうのがあるんですね。こう出てきて、簡単に電話番号だけで検索するだけでも、ね、この会社ってどんな会社なのっていうのが、普通のちゃんとした会社だったら会社情報が出てくると思うんですけど。でね、最近はこういう検索エンジン系とかもね、結構 AI のサポートが勝手に入るとかありますよね。Google とか、検索内容によっては勝手にトップの方にAI がなんかこう出てきたりしますけど、Yahoo だとここに、自分で押す感じで AI サポートみたいのが入るんですかね。で、この電話番号で、ちょっと AI の方を押してみると、なんかね、こんな感じで、この番号についてですね、みたいな。だから、検索されたいろんな情報をまとめてくれてるような感じですよね。AI アシスタントっていう感じでね。だから、これ見ると、いろいろ見なくてもまとめてくれてるんで、楽かもしれないですね。この電話番号は注意が必要な犯罪系の電話番号である可能性が指摘されてますと。具体的には料金サポートやご料金に関する確認という名目で不正な請求や詐欺に関連する可能性が高い情報がありますと。だからこういうの一通り読むとね、なんかこのなんとら会社は商事株式会社のファックス番号がこの番号であるという情報も存在しますとかね。なんかこういろいろ注意点とかね。こういうのも出てくるので。まあ、なんか不安になったら、とりあえずこの電話番号とかを検索してみるとかいうのもありかもしれないですね。もしくはその文言全部を検索してもいいかもしれないですね。このショートメールとかでね、なんか送られてきた内容。そっか。例えば、この Yahoo とか Google とか AI のアシスタントがあるんだったら、最初から AI に聞いちゃうっていうのもありですよね。例えば、チャット GPT とかね、普段、無料で、使えて、使い勝手もいいので、うーんと、例えばチャット GPT とかで、えーと、例えば、なんだろう。そっか、さっきの、この電話番号から SMS が来たんだけど、で、入れると、こんな感じで、なんか、答えてくれてますね。この番号、なんとかという番号から、SMS が届いたということですが、ショートメッセージですね。これまでの情報によると、その番号に関する明確な企業名などの登録は確認しておりません。うんうん。これ、なんか微妙だな。微妙じゃないんですけど、アドバイスももらえてるんですけど、あれそっか。これ、と、えーっと、ご利用料金について確認し
確認したいことがあります。ときた。ときた。ときた。うん。やっぱりこれ、ショートメールの内容をなるべくこう詳しく入れた方が、あれかもしれないですね。なんだったら、今私パソコンのチャット GPT で開いちゃってますけれども、ショートメールで届いたその文面を全部コピーして、同じ形態のチャット GPT にそのままべってコピペすれば、もっと詳しく、さっきの口コミみたいな情報が来るかもしれないですね。まあ、それは不審な電話 SMS の可能性高いです。この番号は調べると架空請求や料金確認を装った迷惑電話 SMS の報告が多い番号ですとか書いてあるので、とりあえず、そうでしょうねっていう感じですね。最近は、ネットでも調べるのは簡単ではあるんですけども、逆にね、こういうトップに出てくるサイトとか、いろんなサイト、口コミもとかなんですけども、これも本当なのかどうかっていうのは、その元をね、どんどんこう、さらに検索していってとかね。ただこれが本当であろうが嘘であろうが、この検索結果については私は別に、これでなんかこう、困ることはないというか、これは詐欺ですよ、多分詐欺ですよ、みたいな、口コミとかのネットで情報がわかるわけですけど、本当にこの人たちが言ってることは、口コミは本当なんだろうかって別に疑っても別にあれじゃないですか。別にこれで私が騙されるわけじゃないんで、詐欺でしょうねって言われて、そういう報告がたくさんあるんだなと。そうそう。この情報のソースはどこなのかな。これはこのサイトに直接投稿してる人でしょうけども、うん。そんな感じで、あの、ちょっとまとまったいんだけど、あの、まあ、チャッチー詐欺からいろんなものまで、あの、ありますよねっていう。こういうのはね、騙されるわけないじゃんとか普通に思っちゃいますけれども、ただね、もっと巧妙なものとかもたくさんあるし、あの、場合によってはその手法によってはそうせざるをれ、騙されざるを得ないような、仕組みみたいのを作られてる可能性もあるので、なんていうのかな。ね、そういう感じですねっていう感じでございました。なんか、すいません。大丈夫かな今日の動画、ぐだぐだすぎて。とりあえずこの話題はもう面白くないんでやめといてと。はい。いや、今、パソコンいじりながら喋ってたら、なんか小腹が減ってきたんで、冷凍してあったおにぎりを食べたりしてました。あとね、なんかちょっと寒くなってきたんで、足元とかが。靴下履いたりとかしたんだけど、今ね、冷房29度に設定してたんだけど、結構寒くて30度に上げました。寒くてって多分こうすごい寒いってほどじゃないんだけど、ちょっと足元が冷えちゃうなくらいな寒さ。そうそう、もしかしたら今日、その室外機に濡れた布をかけるっていうことをしたことによって、もしかして冷房効率本当に上がってんのかなと思いましたね。上がってるかもしれないですね。うん。ちょっとまだ1日目だからはっきり効果は分かんないですけど、とりあえず冷房の効きが昨日よりいいかもってちょっと思って靴下履いちゃったっていう感じです。あ、私この写真でも分かるようにタオル2枚使っ
ってるんですよね。バケツの中にこうタオルを入れて水を浸したら結構タオルの長さが足りなくなっちゃって、それでこう2枚こう重ねて使ってるんですけれども、ちょうどねもう捨てようと思ってたタオルが結構何枚かあったんでちょうどよかったんですけど、今この写真見て思ったんですけど、どうせ2枚使うなら1枚目のこう下に敷いてるタオルはバケツの下までこう長くやってこうバケツに踏ませてというか、バケツが今乗ってる部分って室外機のところにこう布がかかってないじゃないですか。だから今ちょっとこの写真見て思ったんですけど、布を端っこまでこう伸ばしてバケツに踏まして、でさらにバケツの中で染み込ませた布をそこから延長線上に来るようにかければ、室外機が上側全面に濡れた布がかかって、より室外機がね気化熱とかで冷やされたりとかして効率いいかもしれないですね。そうしよう。なんかね X で見たこの記事はね、バケツの中に私が持ってるこう普通のタオルじゃなくて多分長めのバスタオルみたいのを入れてて、こう長くこう端っこまで伸ばしてたかと思うんですよ。でもよく考えたらこう2枚使うメリットってバケツに踏ませられるっていうメリットがあるなって今この写真見て思いましたね。1枚だとどうしてもバケツの部分は布がいってないじゃないですか。でも2枚あればタオルがねバケツの下にも踏ませて全面を覆えるから、より効率がいいかもなって思いましたね。明日からはそうやってやってみようかなって思います。ちょっと今変えるのはねちょっとめんどくさいんで今日はそのままでいいかなって思いました。そんな感じ。なんだろう、あと今日喋りたかったことそうだ、昨日ふと思ったんですけど、そうだ、そろそろもう美容院に行こうって私昨日思ったんですよ。でそろそろっていう意味のそろそろは私髪が伸びると定期的にここ最近は1,000円カットに行ってたんですよ。本当に伸びた分をカットしてもらうだけの1,000円カットで、それをすごい便利に使ってて、だからちゃんとした美容院で、いわゆるヘアドレッサー的な一般的な美容院ですね。カットだけじゃなくて髪型をちゃんと整えてくれるところそういうとこには行ってなかったんですよね。っていうのもやっぱりもうずっと引きこもってて人にも会わないし、髪型を整えたところで別にこう家着以外に着る服も特に出かける用事もないし人にも会わないから、外見を整えてもしょうがないって言ったらあれなんですけどもね、スーパーとコンビニぐらいしか行かない生活がずっと続いてたし、あと美容院に行くのも何気にちょっとストレスになってたんですよ。人に会ってこう人に髪の毛をずっと触られてっていうのをちょっとねメンタル的にこう弱ってた自分にとってはそれが結構負担になってたっていうのもあって、なので、お金もかからないし時間もかからないしカットもちょこっとだけ行ってすぐ済むっていうね、その時の自分にとってのメリットを考えたら絶対1,000円カットっていう感じで、ずっと通常の美容院には行かず髪の毛も染めずただ切るだけをやってもらってたっていうのがね、もう1年数ヶ月私普通の美容院に行ったの2023年の年末なんですよ、記憶的に。だから1年8ヶ月とか1年8ヶ月くらい1,000円カットでただ長くなった分をカットしてもらってただけっていう生活をしてて、それにも満足してたんですよ。美容院に行かなきゃっていうその思い越しもね、1,000円カットだったらサクッと行ってサクッと帰ってこれるしっていうのでお金もかかんないしウィンウィンだったんですけども、なんか昨日ふとねそろそろ一回髪型一度きちんと整えようかな、整えるっていうか人並みに
しようかなって思いました。今の私の髪型ってもうほとんどがね地毛になってるんですよ。もう1年8ヶ月ただカットだけしてきたっていう状態だと、もう染めてた部分がもうほとんどなくなっちゃってて、多分ね毛先の5センチ3センチとかぐらいに、これはちょっと染めてた部分が名残が少しわかるなぐらいで、ほぼ髪の毛全く染めてないナチュラルな黒髪になっちゃってるんですね。黒髪って言ってもね、ここ2年くらい白髪が急激に出てきたから黒髪というかね、白髪が混じってるんですけども、なんか私が普通の美容院に行かなくて髪も染めずに1000円カットにしたもう一つの理由が、その頃からね急激に白髪が出始めたから、どんな風に白髪って増えていくんだろうっていうのを観察したかったっていう理由もあるんですよね。で、本当にこう白髪って急激に増え出すんだななんて思いながら、ちょうど生理がちょっと合間が月 1だったのがたまに遅れたりとか、少し生理不順が始まった頃だったので、だからその更年期ですね、閉経に向けてのそういう体の変化、生理があんまりたまに来なくなった、来る期間が少しまちまちになったっていう期間と同時に白髪も出始めたから、だからそういうの全体的に体がねそういう風にね次のフェーズに入っていってるんだなっていうのをね観察できたかなっていう風に思います。で、なんとなくねそろそろたまにちょっとどっか出かけたりとか、もしかしたら今年の秋口ぐらいからかな、ちょっと人に会ったりとか少しは出かけようかなっていうふうにちらっと思い始めたので、その一歩としてちょっと今の髪型だとね人に会うのはちょっとその辺の近所で誰か知り合いに会うとかだったら全然いいんですけれども、例えば久々の友人に会うとか、なんていうのかな、ちゃんと人にオフィシャルに会うというかね、そういうのだとちょっと今のこの白髪も出てきて黒髪で切りっぱなしでっていうのだとちょっとねこのだらしないというかね、そういうのがあって、私の気分的に嫌だなっていうのがあるので、なんとなく実際に人に会うとか外にこの後どんどん出始めるかどうかっていうのは別として、ちょっと髪型一回整えとこうかなっていう気持ちになりましたね。やっぱり髪型でね見た目もだいぶ変わってくるので、だいぶ今の髪型ねぶっちゃけダサいんですよ。髪の毛もね地毛の色のまま黒のままだと、日本人の髪の毛って本当に墨汁の黒みたいな墨みたいな色の黒じゃないですか、地毛の黒って。でそういう黒い色って結構洋服となんていうか合わなかったりするんですよね。髪の毛がほんのちょっとだけこのブラウン寄りだったりとかするだけで髪の毛じゃない洋服とすごくこう色がマッチしやすくなったりとかするんですよ。なんか日本人のその髪の毛の黒がなんか墨汁の黒というか少し青みがかってるような黒なんで、結構普通の服との相性があれなんですよね。もしかしたらすごいこう濃い真っ青なブルーとかそういう黒系ブラウン系より黒系とかそういう感じの服ばっか着てる人だったら逆に合うかもしれないですけども、ただそういうファッションがちょっとうまく着こなせててかっこよくこうそういう色とかもねかっこよくできる人って多分もともとがねかなり整った顔立ちの美人じゃないとなかなかねそういうのってねなんていうかこう素敵だなっていう感じに着こなせない色合いとかだったりすると思うので、ちょっと無理だと思うので、実際ね持ってる服とかも髪の毛若干ブラウンの方が絶対全部合うはずなので、そういうのもあってね少し普通の美容院に行こうかななんて思ったりとかしました。なのでね、9月ぐらいかな、来月ぐらいにね
美容院に行って久々にカットと同時にカラーもね入れようかなと思います。でその際にね、結構今私白髪も出てきてるんで、白髪染めっていう選択肢もあるとは思うんですけども、なんかね白髪はねそのまま白いままでいいと思ってるんですよ。どっちかっていうと黒い部分を染めたいっていう感じでお願いしようかなって思いますね。あとは美容師さんに、最近最近の傾向というかね、その白髪が出てきた女性とかがどんな感じでその白髪とこう親和性のある髪型というかね、そういうのをしてるんですか、最近の傾向はとかね、そういうのもちょっと聞いてみて、いろいろやってみたいかなって思いますね。なので白髪の白い部分をこう色をつけるようなカラーリングじゃなくって、自然に馴染むような感じで、あとは今の気分でこういうのがいいなっていうのをうまくできたらいいかななんて思ったりとかしました。なのでね、来月ぐらいには美容院に行こうかなっていう気持ちが起きたっていうだけでね、だいぶ大きな変化だなっていうふうに思いましたね。私もやっとこう人並みにちょっとずつ回復してきてるなっていうのは感じているので、なんかそんなことを思った2025年のお盆休みでございました。完全自分一人で仕事をしてるんでお盆休みとかないんですけどそんな感じですね。ということで、それではまた。